じゃあ行きましょはい。う。はい。RC。はい。どうもこんにちは。はい、こんにちは。ラジコン東欧のドスログと、あとは、はい。森田です。はい。何の森田君ですか？何の分かった分かった分かった。ポイセン RC の森田君だよね。なんかちょっと違うけど。違う。いや本当はね、ちょっとね、ポイセン RC の入れ墨聡ですっていうキャラクターにちょっとニックネームを変えようかなと思ったんですけどね。これダメですよね。あんまり言うと僕ちょっと後が怖いんでやめてください。はい。まあ冗談ですよ。冗談ですよ。ね、今日ですね、何をするかっていうと、はい、ちょっと森田君がちょっとね秘蔵のアイテムを持ってきたんでちょっと見せてもらいたいと思います。秘蔵のアイテムって、まあこれです。はい、こちらになりますね。これですね。はい。はい。ヨコモの BD10 はいですよね。はい。こちらのマシンの方をちょっと組んでいきたいと思うんですけれども、はい、2020年のマシンということでね、そうですね。ヨコモさんから2020年に出た最新のマシンですね、一番トップクラスと戦うためのマシンなんで、はい、今回何が特徴だったっけ？今回、今までの BD9 までのレイアウトから比べて、モーターが、まあ、後ろにあったものが真ん中に来て、ミッドレイアウトっていうことで、はい、まあ、重量配分が、まあ、今までよりも少し前の方に移ったことによってフロントの入りが、まあ、良くなってコーナリング性能が上がってるってことですね。なるほどなるほど。はい。まあそのマシンを今日組んでいくっていうことですよね。まあこれも結構楽しみは楽しみですよね。はい。どうこのマシンで、打倒祖父江焼きをだよね。いいでしょう。無知って何でも言えるから。もうツーリングの方全然わかんないからね、僕何でも言えるんですよ、ね、僕が言うといつも森田君が青い顔してるっていうのが毎度のパターンなんだよね。はい、じゃあねこちらのマシンの方ね、組んでいきたいと思いますんで、まあ、その模様の方をですね動画の方にまとめたいと思いますんで、皆様ぜひともよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はいはいはい。じゃあ早速組んでいきましょう。はい。開封ね。しちゃいましょう。はい。じゃあこれ。はいこんな感じ。はい。いいよ。どうぞやってもらっていきましょう。開けていきます。じゃあまずこれ説明書ですね。はい。いつもの説明書ね。はい。とあと袋に入った部品。もうちょいの方がいいか多分ね。これね。はい。袋に入った部品とこんな感じで。カーボンパーツ、メインシャーシとアッパーデッキとあとバンパーが入ってますね。はい。じゃあ組んでいきましょう。袋が1から順番に袋が分けてあるんで、最初まず説明書に書いてあるように袋1、これですね。なんだろうこれ。フロントのデフかな。はい、組んでいきますね。はい。じゃあ袋1のこれはフロントのデフできました。はい、こんな感じですね。こんな感じ。はい。はい、じゃあ次、袋2です。リアのデフですね。リアはリジット？フロントがリジットなんですけど、リアはこれはギアデフです。あ、そっか。大体そうだよね、ツーリングって。ツーリングはそうですね。もう今この形が定番ですね。フロントは何？ソリッドの方があんだよね。ソリッドの方がこう前にこう進む力がやっぱり大きいから。だと思います。で、リアはぶん回してで、リアを多分デフでそういう風に旋回消毒するのかな。だよね。リアもリジットと曲がらないもんね。まっすぐしかいかなくなっちゃいますからね。ハンドル切ってタイヤすぐターンですよね。でもよくわかんないですけど、81とかはリア確かソリッドですよね。81のエンジンカー。フロントがね、何だったかな。あれ4駆？4駆ですよ。確か。やったことないもんでね、わからんけどね、僕もね。ギアレフを組む際にこういったシールグリスってものを、これですね、シールグリス。ピントが合ってない。これか、あった。こういうシールグリスを、このデフケースだったり、
こうピント側のこうレフケースとか、あとこういうガスケットですね、どうやって合わせるのあつったガスケットとかに塗ってオイルの漏れをこれで防ぎます。ギアデフのこのねオイルの量っていうのが 1.5g っていうふうに説明書に書いてあるんで、まあちゃんと測りたい人はこういう測りを用意してやってもらった方がいいかな。 1.5g。 そうよいしょ。はい、できました。これ後ろのリアのギアデフですね。あ、つった。はい、できました。こんな感じですね。はい。次、じゃあ袋3。はい、袋3いきます。はい、じゃあできました。これセンタープールですね。はーい。はーい。次は袋4。これメインシャーシにバルクを組み付けていきます。これではいできました。次は袋5。袋5ですね。袋5。これでこれ今袋5までメインシャーシにバルクとあとさっき組んだデフとプーリーを組んで今この状態ですね。こんな感じです。でこれベルトつける際なんですけど、このベルトのね張り具合を結構皆さんこう調整、このデフのこのねちょっと見にくいんですけど、カムの位置でこの変身カムになってるんで、このベルトの張り具合を調整してもらうんですけど、森田君は変態だもんねちょっと変態かもこんな感じでちょっとベルトがこうたるむくらい、あんまりこれパンパンにしちゃうと駆動が重くなっちゃうんでね、こんな感じで組んでください。袋6、ダンパーステイですね。はい、これダンパーステつきました。はーい、こんな感じですね。よいしょ。袋7、これですね。じゃあ組んでいきます。はい、じゃあ袋7完成しました。この辺にねポストとこのプレートがつきました。はい、じゃあ袋8、これはサスブロックとサスアームですね、組んでいきたいと思います。袋8のサスアームの取り付けですね、完成しました。こんな感じでちゃんと足が上下に稼働するように作りましょう。あとはこのサスアームの前後のガタなんですけど、サスブロックが、しっかりまっすぐついてるかを確認して、こう左右前後のガタをきちっとこう確認してもらって取り付けるようにしましょう。はい、こんな感じですね。次袋9、スタビライザーの取り付けです。はい、じゃあ袋9完成です。スタビライザーつきました。こんな感じで、はい。じゃあ次袋10ですね。これなんだろう、フロントとリアのアップライトの取り付けとアッパーアームかな。はい、やってみます。
はい。袋10、これなんだっけ、アップライトか。フロントとリアのアップライトと、アップアーム、取り付け完了しました。こんな感じですね。これね、今回組むときに、アップアームだけちょっと気をつけないといけないのが、このアップアームの取り付けの向きがこれ、まあ、説明書にも書いてあるんですけど、上と下がある？そう、上と下はこれ取り付け向きがあるんで、はめ込むときに、これだけちょっと気をつけて、つけてもらう感じで。向きあるね。そうです、これね、ここの取り付け。これ反対にはめちゃうと、全然車おかしなことになっちゃうんで。これね。そうです、それ。あと、こういう風にスルスル動くように。まあ、多分そのままはめ込めば、スルスルなんで大丈夫なんですけど、まあ、基本的に、まあ、この車じゃなくて他の車でもここが結構スルスルに動くっていうのは、あとこういう足がね、こういう風に動くっていうのは結構大事なポイントなんで気をつけて組んでください。袋11。これはね、サーボホーンと、あとステアリングワイパーかな。はい、組みます。はい、袋11のステアリングワイパーですね。これ取り付け完了しました。こんな感じですね。よいしょ。次が袋12、これサーボマウントか。サーボマウントと、なんでサーボの取り付けと、あと13、これアッパーデッキですね。取り付けます。サーボの取り付けとアッパーデッキ、取り付けできました。こんな感じですね。じゃあ次は、袋14、ダンパーですね。取り付けていきたいと思います。ダンパーを組むのにちょっとこのオプションを僕はいつも入れるんで、これをつけたいと思います。これを入れると、ダンパーの上と下の玉なんですけど、稼働がすごいスムーズになるんで、これをいつも入れます。今ダンパーの気泡が抜けるのを待ってます。今泡がブクブク抜けてってるんですけど、これがちゃんと抜けるまでちょっと時間がかかるんでじゃあ気泡が抜けるまでの間に、次のこれ15、これね、フロントバンパーですね。これを組んでいきたいと思います。よし。バンパーと、これボディポストつきました。あとね、ダンパーができるのをこれ待ちましょう。抜けた？だいぶ抜けたかな。じゃあダンパー組んでいきますね。ダンパー取り付けできました。はい、こんな感じです。ほぼほぼもうシャーシはこれで完成ですね。これね。こんな感じです。で、あとはメカ積みですね。はい。一応できたか。できた。はい、こんな感じでお、メカもつけることができました。はい、じゃーん。じゃあこれ、じゃあお疲れ様でした。森田君、マシン完成ですよね。完成しました。はい、お疲れ様でした。はい。どのぐらいかかったかな。まあちょっと休憩とかもあったので、ちょっとね、のんびり作った。6時間ぐらい
意外とかかったね。ね、ドリフトの時は結構もっと早くサクサク。そうですね。やっぱりちょっとツーリングカーは、うんまあ部品が多いんでね。ねえ、はい。まあ四駆だしスタビもあったりとか、はい。あと精度とかも結構重要になってくる。うん、なんで結構時間かかりましたね。はい。でも結構スルッと組め、すぐみでまあいい感じでできるっていうう感じ。ん、やっぱりね、昔の車と違って、うん最近の車って精度も上がってるんで、うんまあちょっとまあ加工というか調整というのかな、うん昔見たとよく樹脂パーツをちょっと削ったりとかそういう必要があったんですけど、まあ、今の車って多分どこのメーカーもまあ作ってポンってそう出しちゃそれで割とこう綺麗に稼働するんで、はいはい。はい、なんで全然まあそういう必要はない分昔よりは全然楽になってますね。うん、いいね。なるほどなるほど。はい、まあね、今日ちょっとね遅くなっちゃったんでね、シェイクダウンとかはねちょっとなかなか、ね同じ手とか行って取らないといけないので、ねせっかくなんで、こう BD10 にドリフトタイヤを履かせて、はい初めのところで走ってみよう。あ